こんにちは、ミッキーです。今回は東京駅周辺、東京駅の構内も含めた丸の内カフェ8店をご紹介できればと思います。本動画は3月の末に撮影させていただいたものなんですけれども、その後東京都ではまん延防止等重点措置や緊急事態宣言が発令されたということもありまして、この6月のタイミングでの公開となります。まだまだ予断を許さない状況ではありますが、こういった情報もですね、時間が経てばまた東京に来た際の参考として使うこともできるし、今のご時世だからこそこういったお店もあるんだなっていう、そういった情報の参考にしていただけるとありがたいかなと思っています。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。それでは早速1軒目のお店、サザコーヒーさんのご紹介です。こちらのお店は切手丸の内の1階にあるお店なんですけれども、茨城県初の小さな喫茶店から進出した東京駅にある話題のカフェになっています。サザコーヒーさんはコロンビアに自社農園を持たれていて、トップバリスタをも輩出する超本物志向のコーヒー店になっています。でそのコーヒーと向き合う姿勢とかコーヒーへのこだわりってところも含めまして、とても注目されていて、カンブリア宮殿でも紹介されるほどの注目度になっていますね。で店内の空間もこんな感じでカウンターがあったりとか、あとはこのレンガ調の壁だったりとか、電球も含めてですね、この光の具合も含めてとてもおしゃれな空間になっています。でコーヒー豆も多数売られていてですね、いろいろな種類の豆から選ぶことができます。であとですね、こちらに映していますカップは、コーヒーカップはですね、伝統工芸品の笠間焼を使ったコーヒーカップで、あと店内で提供されているケーキも茨城県のこだわりの食材を使って作られていると、そういったこだわりもありますね。でこちら店内にあります仮面なんですけれども、お店の方もこの仮面が特徴的で面白いのでぜひ撮ってくださいなんていうふうにおっしゃっていただいてですね、撮らせていただきましたという感じです。そしてこちらがこの日にいただいた徳川将軍カフェラテというカフェラテになっています。とてもですね、ミルク感がしっかりしているクリーミーな味わいで、エスプレッソもですねシングルでおそらく入れていただいていますので、例えば苦味が、コーヒーの苦味が苦手な方もほとんどその苦味を感じず、ちょうど苦味と甘みが中和したような、味わいを楽しむことができる、そんなコーヒーになっていました。続きまして、ここからは東京駅構内のお店をいくつか紹介していこうと思います。東京駅の構内にはたくさんカフェとか、あとはベーカリーカフェもありまして、東京駅限定の品も置かれているので、ぜひですね東京駅に来られた際には改札を出る前にランチとかモーニングとかテイクアウト楽しんでいただくと、より東京を楽しむことができるのかなというふうに思ってます。あと東京にお住まいの方もですね、ぜひ JR 使って東京駅の構内で楽しむ、そんな楽しみ方もできるのかなというふうに思ってます。でまずこちらのデイジー東京さんなんですけども、こちらはですね焼きたてのこだわりパンを楽しめるブランジェリーカフェになっていまして、本物のフランスパンに魅了されたオーナーさんが多くの人に感動を与えたいと、そういった思いで作られたお店なんですね。でこの店名のデイジーとはひなぎくということで、踏まれても負けない強い花のように失敗してもくじけずに自分で納得のいくパン作りを心がけたいと、そういった本物を追求する姿をこのデイジーという名前に込めているようですね。でこちらは東京では第2号店となっているんですけども、京都で就業してその後ですね川口市で創業しているので、埼玉県にお住まいの方には結構馴染み深いお店になったりするのかなというふうに思ってます。はい、でこちらデイジー棒と、この日は抹茶レッドと、あとはですねこちらの、ホテルカレーパンをいただきましたという形ですね。で東京駅にあるということもありまして、こちらのお店では日本のベーカリーをコンセプトとして、運営をされているということでした。特にですねこのパンの値段も結構リーズナブルな値段でいただけますので、こんなに美味しいパンをこの値段でいただけるとはという感じで結構驚きだった印象ですね。続いてご紹介しますのは、こちらも東京駅構内にありますザ・スタンダードベーカーズ東京さんでございます。こちらは東京駅の構内でしか味わえないパンとバーガーを提供するベーカリーカフェになっていまして、コンセプトは日本の食材そしてパンの可能性を東京駅から広げるといったコンセプトで運営をされています。でこちらのパンは北海道産の高品質小麦やバターと、あとは旬の食材を使われているので、
新鮮でそして季節感のあふれるパンを提供されていますね。でパンの種類も60種類くらい提供されていて、本当にその人の好みに応じて提供されていますと。でこちらはこの日にいただいた北あかりのコロッケバーガーとあんバタースティック、あとはホットコーヒーになっています。でこちらバーガーが実はですね、系列店では初となるバーガースタンド、こちらの東京店では併設されていて、国産牛 100% のパテを使ったプレミアムバーガーというのもありますので、そちらも試していただくといいかなと思ってます。続きましてご紹介するのはスタンドバイ東京さんですね。こちらお店の外からもわかると思うんですが、サルタヒココーヒーさん監修のブレンドコーヒーもいただけるので、コーヒーの品質は間違いないですね。であとこのお店の名前にもあります通り、スタンドバイという形になってますので、旅行の起点となるそういったお店になっています。でこちら新幹線の改札口からすぐ近くのところにあるので、特に新幹線ユーザーの方にはおすすめしたい、そんなお店になってますね。でお店のコンセプトは旅をちょっと贅沢にサポートという形になっていまして、コーヒーだったりとか、あとは軽食以外にもこういったトラベル系グッズがたくさん置かれてるんですね。あとは現在は大人気バッグブランドであるマカベリックさんとのコラボ商品も後で移すんですけども販売されているので、ファッション雑貨が好きな方にもおすすめできるような、そんなお店になってますね。こちらがマカベリックさんとのコラボグッズです。自分も実はバックパックマカベリック使ってるんですけども、マキャベリックですかね。はい、とてもおすすめだなと思ってます。機能性もいいのでね。でこちらこの日にいただいたオリジナルブレンドですね。こちらのオリジナルブレンドはスペシャリティコーヒーを、サルタヒココーヒーさんが焙煎のもと作られているということで、結構ですね夏系の香りと口当たりが美味しいコーヒーになっていました。続きましてご紹介するのはファイブクロスティーズコーヒーさんですね。こちらのお店はこだわりのコーヒーと食で気持ちを切り替えて新しいアイディアが溢れてくる場所を目指して作られたというお店になっていますね。結構パーテーションも現在は感染症対策されているということもありまして、一つ一つの席にコンセントがついているので、東京駅の構内で例えばJR での乗り換えのタイミングとか新幹線を待っているタイミングなんかでサラリーマンの方が少し作業向けに使うのにもおすすめできるような、そんなコーヒー店になっています。そういった結構サラリーマンに優しいようなお店になっているのかなというのがもう一つ理由がありまして、こちらではコーヒー豆のこだわりもありますので、シングルオリジンで引き立てのハンドドリップコーヒーを提供していただくことももちろんできるんですけれども、時間がないお客さんよりですね、機械で抽出する 5cc ブレンド、つまり5クロスティーズ産コーヒーブレンドみたいな形のものも用意されてますので、時間がない時にはそちらをいただくのもありかなというふうに思っています。であとはですね、フードメニューも野菜や全粒穀物や、そういったね未生成フードも使っていて、とてもこだわりがありまして健康的なものがあるので、そちらもおすすめですね。でこちらはこの日にいただいたジャムトーストセット、ほんとワンコインの値段でコーヒーとモーニングを一緒にいただくことができるので、こちらもとてもおすすめになっています。でこういったカップもね、5クロスティーズコーヒーさんのオリジナルカップになってますので、この辺も可愛らしいですよね。続きまして、ここからは東京駅の外に出まして丸の内周辺でご紹介していきます。まずはピエール・エレメさんですね。こちらのお店は丸の内から世界への発信をコンセプトとしたこだわりショップでございます。こちら別の動画でもねご紹介してはいるんですけど、改めてご紹介できればと思います。こちらのお店ではフランス人パティシエであるピエール・エレメ氏が厳選した日本の素晴らしいものを数多く取り揃えています。なのでですね、漬物もそうですし、あとは調味料とか、スイーツ系のものですとか、あとはアパレル系のものもね取り揃えていたりで、本当に日本でピエール・エレメ氏がいいなと思ったものを揃えている、そんなコンセプトショップになっているのかなと思ってます。で店内の空間も非常に洗練されていて、おしゃれな空間で光の入る具合もすごい素敵ですよね。あとはランチプレートとかもいただくことができるので、ぜひですね丸の内に勤務されている方なんかにはそういったところもお勧めできるかなと思ってます。でこちらはこの日にいただいたコーヒーと、あとはアーモンドのメレンゲでございます。はい、結構私マカロンが好きだったりするので、このメレンゲのスタイルでいただくマカロンの生地とかもとても美味しかったですね。あとこちらのコーヒーは400円で結構大容量でいただくことができるので、こちらのコーヒーだけテイクアウトして、仕事をするなんてこともありなのかなというふうに思いました。続きましてご紹介しますのは丸の内ハプスタンド&ギャラリーさんのご紹介です。
こちらのお店は丸の内の通りにあるんですけども、こういったトーストだったりとかいろいろなですねフードのセットをいただけたり、あとはもちろんコーヒーとか、あと夜にはですねクラフトビールもいただけたりするので、幅広い用途で、いろいろな味を楽しむことができるかなと思ってます。でこちらはクリスマスの時に撮影させていただいた様子ですので、結構このクリスマスツリーとか、あとはオーナメントが結構飾られていたりというところの、そういった雰囲気になってますね。本当季節ごとに多分こういったスタイルも変えていただけるのかなと思いますので、ぜひですねその季節の時に応じた楽しみ方をしていただければと思います。でこういったメッセージカードみたいな雑貨も売られていたので、単純にこう食べ物だけじゃなくていろいろな、店内の様子とか含めて楽しむことができるおしゃれな空間になっているかなといった印象ですね。はい、でこちらはこの日にいただいたドリップコーヒーですね。こちらは静岡市を拠点としたフニロースティングさんの豆を使ったオリジナルブレンドということですので、ぜひですねそういったこだわりの深いドリップコーヒーを味わっていただけるとより深く楽しめるのかなと思いました。そして最後にご紹介しますのはカフェ1894さんですね。こちらはもう非常に歴史のある空間を味わえるんですけども、実際に歴史があるというよりかは歴史を感じられるような空間になっているカフェですね。こちらは1894年の三菱1号館創建当時に銀行の営業室として利用された空間を復元しているという形ですね。なのでこういった感じで営業室のこの特徴的なガラス越しの、パーテーションもされていたりとかですね。あと天井がとても高くて素敵で、こういったなんですかね、旧式の洋風な洋館のような様子もとてもインスタ映えというか、カメラでぜひ撮っていただきたいようなそういった空間になってますね。はい、実はこちらのお店は三菱1号館の美術館にも併設されていますので、開催中の展示会とのタイアップメニューなんかもあって、その辺も魅力的になっていますね。でこちらはこの日にいただいたカフェラテと、あとは自家製のクラシックアップルパイになってます。でこちらのお店ではこちらの自家製クラシックアップルパイが非常におすすめになっていまして、まさに看板メニューになっていますので、ちょっと値段はするんですけども、ぜひ来ていただいた際には頼んでいただくといいのかなというふうに思いました。ということで以上、東京から丸の内カフェ8選をご紹介させていただきました。東京は八重洲側もあったりとか、あとは有楽町日比谷側もあるので、その辺はまた別の機会に特集を組んでご紹介できればと思っています。今こういったご時世ですけども、また旅行が皆さん可能になった時の楽しみとしてこういった動画を参考にしていただきつつ、ぜひですねまた落ち着いた時に旅行できる際の参考としてご活用いただけるとありがたいです。気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価、あとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。